ちくわ唐揚げを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ちくわ唐揚げを作っていきたいと思います。今回のちくわ唐揚げなんですが、ちくわを縦に切って一結びして一口サイズのちくわ唐揚げに仕上げていきたいと思います。さらにこのちくわ唐揚げにぴったりなおろしだれレシピもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにちくわ唐揚げの材料をご紹介します。材料はこちらです。ちくわ、お醤油、料理酒、お砂糖、おろし生姜、おろしにんにく、片栗粉、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まずちくわなんですが、今回4本使っていきます。こちら多くて5本ぐらいね作れると思います。だいたい4本から5本ぐらい準備していただくといいかなと思います。そしてその他はですね、とてもベーシックな材料ですね。砂糖をねちょっと入れていただくことでコクが加わって美味しい仕上がりになります。そして続いてですね、今回唐揚げにぴったりなおろしだれも作っていきたいと思います。材料はこちらです。大根、お醤油、お砂糖、お酢、おろし生姜、ごま油、こちらの材料で作っていきます。このおろしだれもですね、とても手軽な材料で作れるので、ぜひ合わせて作ってみてください。ということで早速作っていきたいと思います。では早速作っていきます。まずはじめにおろしだれから作っていきたいと思います。最初に大根の皮を剥いてください。はい、そしたらこちらの大根をすりおろします。はい、このようにすりおろしてください。そうしましたらここにお醤油、お酢、そしてお砂糖、おろし生姜、あとはごま油を加えます。これでよく混ぜましょう。お砂糖のねシャリという感じがなくなるまでしっかり混ぜてください。はい、これで OK です。こちらがおろしだれになります。今回の唐揚げに限らずね、いろんなものにも使えますので、ぜひ作ってみてください。それではちくわ唐揚げを作っていきます。まずはじめにこのちくわをね、縦半分に切ります。そしたらね、また半分に切りましょう。全部で4等分にしてください。こんな感じです。そしたらね、ちくわをくるっと結んでください。一結びします。あんまりね引っ張りすぎるとちぎれてしまうので、引っ張りすぎないように注意してください。はい、こんな感じです。このように結んでください。ではね、残りも同じように結んでいきます。ちょっとねこうやってねじれちゃっても大丈夫です。はい、ちくわはこのように結んでください。それではね、残りの3本も同じように結んでいきます。今回ね包丁で切ってるんですが、キッチンバサミで4等分にしていただいても大丈夫です。はい、ちくわはこのように結んでください。そしたらですね、ポリ袋の中に調味料を入れていきます。まずお醤油、料理酒、お砂糖、おろし生姜、そしておろしにんにく、こちらを一度よく混ぜましょう。お砂糖のシャリという感じがなくなるまでしっかりとね混ぜてください。はい、 OK です。そしてよく混ざったらこの中にちくわを入れてください。そしてちょっとねシャカシャカ振って全体になじませましょう。そしたら空気を抜いて口を軽く縛ります。そしてこのままだいたい5分ほど置いておきます。はい、それではね5分経ったので片栗粉をまぶしていきます。バットに片栗粉を広げて、そしてここにちくわを入れてまんべんなくまぶしていきます。あんまりつけすぎるとねボテッとした仕上がりになるので、このようにまんべんなくつけたら軽くね片栗粉をはたいておいてください。では残りも同じように片栗粉をまぶします。まぶす時はねつけ汁を切ってまぶしてください。このように片栗粉をまぶします。それでは今から油で揚げていきます。それではフライパンを用意してください。そこからだいたい1センチほどの油を注ぎ入れます。そして火にかけましょう。火加減中火です。このままだいたいね170度くらいまで一度油を温めてください。
はい、それでは適量になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクっと細かい泡が出るぐらいです。このぐらいになってれば OK です。それでは揚げていきます。やけどしないように注意してください。これでカリッとするまで揚げていきます。入れたてはね、衣が剥がれやすいので、だいたいね40秒から1分ぐらいはこのまま動かさずに揚げ続けてください。衣がね固まってきたなと思ったら裏返しましょう。はい、であとはね全体がカリッとするまで揚げてください。全体の衣が固まってきたらあとは転がしながらね揚げましょう。あんまりやりすぎるとね油跳ねしてくるので、油跳ねにはね注意してください。はい、今ねだいたい2分ほど経ちました。いい感じに揚げ色がついたものから取り出します。はい、このようにね表面はカリカリで美味しそうに仕上がりました。そしたらこのまま3分ほど油切りしましょう。はい、これでちくわ唐揚げの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね表面はとてもサクサクで美味しそうに仕上がってます。ちくわもねふわっとした食感に仕上がってます。レモンをかけたり、あとはこちら手作りのおろしだれをつけて召し上がってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずこのままいただきたいと思います。いただきます。衣がサクサクでちくわがふわふわですごく美味しいです。では続いておろしだれにつけていただきたいと思います。ではいただきます。おろしだれをつけるとすごくねさっぱりとした仕上がりになるんですが、このごま油が効いててすごくね香ばしい仕上がりになります。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のちくわ唐揚げのポイントです。まずちくわなんですが縦4等分に切ってください。そしてその後結ぶんですが、結ぶ時にあんまりね強く引っ張りすぎてしまうとちくわがちぎれてしまいますので、ちぎれないようにだけ注意していただけたらと思います。もし4等分で結びにくい時は5等分ぐらいにしてちょっと細めにしていただくと結びやすくなると思います。そしてその後下味をつけるんですが、この下味はねだいたい5分ほどつけていただければ OK です。今回ニンニクも入れてるんですけれども、もしニンニクがダメな日の場合は生姜だけでも美味しく召し上がっていただけます。ニンニクを入れるとねよりパンチの効いた仕上がりになりますので、こちらはお好みで調整してみてください。そしてその後片栗粉をまぶすんですが、片栗粉をまぶす時はつけだれを切って片栗粉のまぶしすぎには注意してください。あんまりねつけすぎるとギトギトっとした仕上がりになってしまいますので、つけ終わったらね一度手で軽く叩いていただくといいかなと思います。そして揚げる時のポイントです。揚げる時はですね、揚げ始めたらまず衣が固まるまで触らないようにしてください。すぐ触ってしまうと衣が剥がれやすくなるので注意していただけたらと思います。だいたい1分ぐらいするとねカリッとしてくるので、そしたら裏返して片面もカリッとするまで揚げてみてください。そして今回ですね一緒におろしだれレシピもご紹介しました。このおろしだれもねすごく簡単に作れて、かつ味変も楽しめますので、ぜひ合わせて作ってみてください。このおろしだれはねこのちくわの唐揚げ以外にも他にもいろいろ活用できると思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はちくわの唐揚げを作りました。私のチャンネルでは他にもいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。